はい、ものもの研究をしている横山拓正です。実は私、今年の6月から10月までまたコンゴ民主共和国のバンバに訪れてボノモの研究をすることになりました。いや、本当に久しぶりで非常に楽しみにしております。実は2020年の1月から半年間かけて長期調査に行く予定だったんですけれども、ご存知の通り新型コロナウイルスの影響によって調査が中断されてしまって、それ以来私自身はコンゴバンバにまだ一度も行っていない。だから約3年ぶりですかね。ほとんど3年ぶりのワンバでのボノモの調査になります。ということで今回は6月に私が渡航に行く4ヶ月間ですね。6月から10月にかけて4ヶ月間ボノモの調査に行くということで、私がワンバに入った際、ボノモの調査をする際に必要となってくる道具3種ですね、3種の神器について紹介をしていきたいと思います。はい、冒頭でも話したんですけども、今回は3種の神器ですね。私が調査で必要としている道具、最も必要としている道具3つについて紹介していきたいと思います。はい、1つ目はこちらですね。ビデオカメラですね。このビデオカメラは私の調査で最も必要となってくるアイテムの一つです。ご存知の通り、こちらの YouTube でボノモの動画ですね、現地で撮影したボノモの動画についても紹介してるんですけども、その現地で撮影するためにこのビデオカメラというものが必須になってきます。そこで利用しているのがこちらのパナソニックのビデオカメラですね。こちらのビデオカメラ非常に使いやすくてですね、とても重宝しているアイテムの一つです。日本の有名なメーカーからビデオカメラ多数販売されてるんですけども、私自身はこのパナソニックのビデオカメラが一番使いやすくて、ワンバでもボノボを調査する際でもこのビデオカメラを使用しています。とても愛用していてですね、このビデオカメラだけで3台ぐらい持っていますね。以前の動画でも紹介したように、ワンバというのは湿度が非常に高いので、例えば1日机の上に紙を置いてるだけでもその次の日には紙が湿ってしまうぐらい本当に多湿な環境でですね、電子機器って置いていると普通にして置いとくとすぐに壊れてしまうので、ビデオカメラを持っていく際も1台だけではなくて、実は 2,3 台、私の場合は 2,3 台予備としてビデオカメラを持っていきます。1台だけではとても高価なんですけれども、背に腹は変えられないということで、このとても高価なビデオカメラを3台ぐらい持ってボノモの調査を行っています。ただもちろんそのまま放置しておくとすぐに壊れてしまうので、密閉したボックスに除湿剤を入れて保管をするんですけども、それでもやっぱり壊れてしまうので、予備をいくつか持ってこのビデオカメラを持参してボノモの調査をしています。はい、2つ目の必須アイテムとしては長靴が私の中では必須のアイテムとなっています。ちょっと今パッとメーカーの名前が思い出せないんですけども、この動画の多分この画像にちょっと出しておくので、こちらの2つのメーカーの長靴をよく利用しています。長靴もワンバでボノモの調査をする際に必須でして、例えばボノモというのはよく頻繁にスワンプフォレストと呼ばれる沼地ですね、沼地に行くことがあります。だからこそボノボを追跡しているとその沼地に入らないといけないんですけれども、とても靴では入れないような場所でして、やはり長靴がないとなかなかボノボが追跡できないということで、この長靴も持って入ります。残念なことにワンバでは長靴が買えないので、もちろんコンゴの首都キンシャサだと長靴というのは買えるんですけども、キンシャサの長靴、1足1000円ぐらい、日本円ですと1000円ぐらいで買えるんですけども、そちらの長靴だとちょっと心もとないので、いいメーカーの長靴を持っていつも入ります。とても重くてですね飛行機で運ぶのはちょっと大変なんですけども、この長靴もマストアイテムとして必ず持っていく道具となっています。本当に私が利用しているこちらの2つのメーカーの長靴というのは非常にクオリティが高くてですね、ボノボを追跡していてもほとんど壊れることがなく、例えば半年間ですね、長期の滞在をしていて、長靴を毎日使っていてもほとんど壊れることがないので、こちらの長靴を愛用しています。もちろん湿地林でボノボを追跡するときに長靴は必要なんですけども、安全面という面でも長靴というのは重宝していますね。例えば森を歩くとなると、やはり枝が出ていて靴だとやはり足を怪我してしまう恐れがある。または動物ですね、危険な動物といえばヘビが当たるんですけども、ヘビに噛まれてしまってもすぐに死んでしまう危ないことになってしまうので、靴を履いて森を歩くよりもやはり長靴を履いて森を歩いた方が安全だと思うので、必ず森に入るときは長靴を着用して森に入ってボノボ観察をしています。はい、最後に3つ目はこちらですね。醤油ですね。こちら何をこの人言ってるんだろうっていう感じだとは思うんですけども、醤油というのは私にとってもマストアイテムとなっています。もちろん他にも調査をする上で必要な道具っていうのはたくさんあるんですけども、この醤油というのはどうしても私の中では必須アイテムとして3つの3種の神器のうちの最後の
3つ目のアイテムとして紹介させてください。こちらの醤油っていうのはやはり日本人の舌をうならせてくれる、食卓を潤してくれるアイテムとして私にとっては必須のアイテムとなっています。毎日同じような食事をしているんですけども、その中で出てくる、毎日のように出てくるものとして、キャッサバの葉っぱを炒めたポンドゥと呼ばれている、コンゴではオーソドックスなキャッサバの葉をヤシ油で炒めた野菜炒めのようなものなんですけども、こちらが毎日のように出ていくんですけども、もちろんポンドゥそのまま食べても美味しいんですけども、実はこのポンドゥにですね、もちろん人によっては好き嫌いはあると思うのでいろいろな意見があるとは思うんですけども、私はこのポンドゥに醤油をかけて食べると非常に美味しくてですね、この醤油をかけたポンドゥとお米を一緒に食べるだけで私自身は非常に満足する食事となるので、この醤油というのは私の中でも必須なアイテムとなっています。やはり長期滞在していると、どんなに優れた研究者でもストレスというものは溜まってきます。だからこそストレスを解消するものとしてワンバというのはあまり娯楽というのがないので、食事を楽しむことによってストレス解消にもつながると思います。だからこそこの食卓を潤すためにこの醤油というのは必ず持って持参して調査に向かっています。醤油の中でもいろいろな種類というものがあるんですけど、私はこのキッコーマンさんのこの醤油、密閉の醤油ですね、非常に使いやすくて、必ずこの醤油を3本か4本ぐらい持ってワンバに入ってボノボの調査を行います。はい、今回この動画では私がワンバでボノボの調査を行う際に必ず持っていく3種の神器ですね、3つの道具について紹介をしました。もちろんこの3つの道具だけではなく、たくさん機材というものは調査のために必要な機材というのは持ち込むんですけども、その中からえりすぐりの3つというものを紹介しました。どうしてもワンバというのはコンゴの内陸にあって、なかなか調査で必要なものを買い揃えることができません。だからこそ日本で調達をして、とても重いんですけれども、それを頑張って運んで長期滞在、今回の場合は4ヶ月滞在するんですけども、長ければ半年とか滞在する時もあるので、重い荷物を持ってワンバに向かい調査を行います。冒頭でも話したんですけども、本当にこれは3年ぶりぐらいにようやくワンバに行くことができて、非常に私自身も楽しみなんですけども、ちょっと私自身3年間ワンバを離れていたので、ボノボを現地で観察できる機会というのが全然なかったんですけれども、久しぶりに今年6月からまたボノボの調査ができることを非常に楽しみに思っております。